今期エクです。今回のテーマは、あなたがこれから掴み取る幸運です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中から1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？今回はホースシュというスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカード、ルーンカードを使用して占ってまいります。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の掴み取る幸運ですけれども、あなたの場合は思いがけないチャンスが舞い込む、そういったところが幸運になるのかなと思いますね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。愚者の正位置です。いろんな可能性に満ちていた時です。好奇心も強く前に進もうとすることもできたということですね。過去に関してはあなた自身が今からね何かをやっていくぞみたいなね気持ち、どちらかというと希望に溢れていた時ですよね。いろいろとまだ見えてない部分もあったかもしれないけれども、だからこそ夢に向かってとか目標に向かって今から行くぞみたいな感じでね、挑戦がね今からやっていけるぞっていうね環境が整っていく準備段階って言ったらいいんですかね。そういったところになるのかなっていう感じです。そして現在ですね、ワンドの竜の正位置ですね。疲れ切った状況。過去でかなりね、あなた自身がやるぞっていう気持ちになっていたんですけれども、今段階はかなりお疲れモードになっていらっしゃる。ということは、その間にやるぞってなって、やり始めたら、課題とかが見えてきて、どうしても疲れてしまうっていうところがあるのかもしれないですね。それと、自分にしかできないと背負い込んでいる部分があるっていうことなので、ここがね、心配ではございますね。あなた自身が全部やる必要はないとは思うんだけれども、任されるとやらなきゃっていう風になっちゃうのかな。自分自身の本来だったら抱えなくてもいいものまで抱え込んでしまう。責任感の強さっていう点ではすごく素敵なことではあるんだけれども、結果的に人の分だとか別の自分自身がやらなくてもいいことまでやってしまってるっていうことになると、もっと疲れてしまうと思うので、そこはね、自分自身の背負うものっていうのを減らしていく必要はあるのかなっていう気はしますね。せっかくね、明るい道が見えてた状況だったんだけれども、いろんなね、ところであなたに負担を強いられるような状況になってきてるっていうところがあるので、であれば、できるだけ自分のやれることっていうのを増やすためにも、任されたとしても、全部をやるっていう風にね、ならない方がいいのかなとは思うんだけれども、例えばね、その周囲の人との関係性とかもあったりするからね、どうしても断れないとかね、そういうのもあると思うので、難しい部分ではあるとは思うんだけれども、でもね、自分を一番に考えて大事にするっていうのがね、何より必要かなとは思うのでね、頼まれた段階で、ちょっと今はなかなか難しいですっていう風にね、言ってもらうといいのかなと。受けてしまうと終わらせるまで全部やらなきゃっていう風になっちゃうから、もう最初の段階で断るっていうことが必要かなと思うので、ちょっとね、勇気が必要かとは思うんですけれども、そこはね、一言ね、難しいですっていうのはね、言ってもらうとかしてほしいなと思いますね。では未来ですね。こちらがカップの9の逆位置ですね。何をしても心に空虚さが残るということでね、思ったよりもあなた自身のやりたいことっていうのがうまいこと言ってないというか、スムーズに進めてないのかなっていう感じがしますね。この流れを見るとね。自分がいろいろ頑張ってみても結果が伴わないというか、自分の満足いく方向に行かないのかな。それによって満足ができないというか、
なんだか虚しい気持ちになっていくっていうところですよね。そこはね、もう自分自身がね、そう思ってしまうっていうのはね、仕方がないことかもしれないんですけれども、何よりね、やはりこの未来の時期っていうのは大きな幸せを欲する時ではあるので、じゃあ、その幸せを手に入れるために何をしたらいいのかっていうことですよね。そういったね、具体的な方法を考えていくことは必要なのかなと思います。ただ欲しがるだけだったら手に入るっていうことって少ないですからね。口を開けて待ってれば何かが落ちてくるっていうね、そういう状況を作るには、その状況を作るにしたって、かなりね、いろんな環境を整えたりとか、努力っていうのは必要であって、そう、人間関係とかね、そういったところを整えていく必要はあるんですよね。まあもちろんね、持って生まれたね、いろんな環境とかそういったところがあったりはするので、全員が全員ね、平等なわけではないっていうところは大前提ではあるんだけれども、だからまあ、苦労の量っていうのがどうしてもあなた自身は多いとかそういうこともあるかもしれないので、あまり無理をさせてしまうっていう方向に行くのも、私自身もね、良くないなとは思うんですけれども、ただ、自分の中にあるこの大きな欲望というか、自分が幸せになりたい、こうしたいっていうね、少しでもその幸せを手に入れるために何をするべきかっていうのをね、自分で考える必要があるかなと思いますし、で、自分自身が掴み取れるものなのかどうかっていうところも考える必要があるかなと思いますね。例えば誰かの力を借りないと手に入れられないものなのか、あとは、まあそうですね、いろんなね、サポートとか、実はね、NPO 法人さんとかね、公共の団体とかね、そういったところっていうのがあったりするので、例えば自分がやりたいことだとか、そういったところにサポートしてもらえる可能性もあるので、一旦一人で頑張るんではなくって、そういったものを調べてみるっていうこともね、必要かもしれないですね。そう。まあ、変なね、サポートしますよとか言っておいて、お金を騙し取るみたいなね、変なところもあったりはするから、そのあたりはね、気をつけて見つけなきゃいけないなとは思うんですけれども、ある程度、ちゃんとしたとこだったら、評判とかも流れてくるだろうし、口コミとかもあるだろうし、どうだろうなっていうふうにね、調べてみることは大事かなと思いますし、あとは自治体ですよね。自治体のサービスとかを利用して、あなた自身がうまいことをスムーズに進めるっていうんであれば、そういったものを利用していただくのでもいいし、できるだけね、苦労して遠回りして大変な目に遭うっていうよりは、少しでも近道ができるならその方がいいかなとは思うので、あなた自身の一人で頑張らないといけないのか、それともサポートを通じてうまいことやれるのかっていうところもね、見極める必要はあるかなと思いますね。そう。何かこう、自分で手に入れるもののために何ができるのかっていうのを考えると、多少ね、自分のその心にぽっかり開いた穴っていうのもね、埋まっていくかなと思いますね。では、周囲ですね。ペンタクルの7の正位置です。向上心のある人物がいらっしゃるということで、その人と会話することでヒントを得られることもあるということですね。であれば、この周囲の人にしっかりと相談してもらうのも、あなた自身を助けることにつながるかなと思いますね。向上心がある人と話をするだけで、あなた自身もね、気持ちが上向きになるかなと思うんですよね。こんなに頑張ってる人が近くにいたんだな。じゃあ自分も頑張っていこうかなっていう風にね、前向きな気持ちになりやすいっていうのはありますよね。で、こういう人っていうのはね、人に対してアドバイスとかお話とかするのも惜しまないタイプの方が多いんですよね。自分自身も頑張ってるし、だから他の人が頑張ってたら自分も応援したいみたいなね、感じで思ってらっしゃる方も多いのでね。であればそういった惜しまない情報っていうのをね、いろいろ得てもらって、それによってあなた自身もその人に追いつきながら上へと登っていくっていう風にね、考えていただくといいのかなと思います。何にせよ、
あなた自身がいろいろと思い悩む時期っていうのが、現在未来においてあるっていうところはあるんですが、周囲の方が良い方っていうのがいらっしゃるので、周囲の人にね、しっかりお話をしてもらうっていうのは必要かなと思いますね。周囲の方に恵まれてるっていうのもね、ある意味あなた自身の幸運でもあると思うので、ぜひね、その幸運はね、大事にしてもらえればなと思います。では、障害ですね。世界の正位置ですね。世界の正位置がここに来るっていうのがね。ってことは、あなた自身がこれさえね、取り除いてしまえれば、完璧なね、未来っていうのがね、開かれていくのかなっていう感じがしますね。分け目も振らず一心に取り組んで、周りが見えていないことが障害になってしまうかもしれないっていうことですね。頑張ってやっていくことっていうのはもちろん大事なんだけれども、どんどん自分自身だけの世界になりすぎて、周りが見えないことであなた自身がうまくやっていけるヒントっていうのを逃してしまう可能性があるので、できれば頑張って一生懸命がむしゃらにやっていくっていうのだけじゃなくって、時にはふとね、周りを見渡していく、様子を見ていくっていうことは必要かなと思いますね。で、あとは応援してくれる人を信じることが大切ですね。これもね、周りを見るっていうことにつながるのかなとは思うんですけれども、あなたのことを応援してくれる人っていうのは、心から頑張ってねとかね、思っている、心から応援してる人であると。なかなかね、人間関係いろいろご苦労されると、人に対するね、不信感っていうのがね、増幅したりとかありますけれども、でもね、この障害のとこに、これだけね、大きいカードさんが出てきたっていうことは、それがあなた自身の足かせになってしまうということだと思うので、人の応援だとか、その人が、周囲の人があなた自身に、これはいいと思うよっていう風にね、持ってきた情報とか、そういったものをね、一度信じてみるっていうことが必要なのかなっていう気はしますね。あなたの周りにとても向上心があって、あなた自身を元気づけてくれるさえするような、そういった人がいるっていうこともあるので、であれば、それの人のことは信用してみて、できるだけね、お話をしながらね、周りの人の話も聞きつつ、自分自身も前に歩いていくっていう風にね、してもらうといいのかなっていう気はします。それでは結果ですね。こちらが運命の輪の正位置です。何かと月に恵まれます。ということで、これまでかなりね、あなた自身頑張っても大変な思いっていうのをされてたのが、やっとね、最終的には報われていくっていうことですね。これまでの頑張ってきた分がご褒美のようにね、いろいろと恵まれていくようなことが起こるっていうことですね。思いがけないチャンスが舞い込んで、さらにそれを掴み取ることができるということなので、チャンスがあるだけじゃなくって、しっかり掴み取ることで、またあなたにとってより良い結果っていうのをもたらしてくれるのかなっていう気がしますね。すべて自分自身がいろいろとやってきたからこその結果だと思うので、あなたが頑張ったんだっていうことですよね。本当にそれはね、すごいことだからね、自分自身でも褒めてあげてほしいなと思うんですけれども、ちゃんとあなたのもとにチャンスっていうのがね、やってくると。運命の輪、さらに正位置っていうことなので、ちゃんとね、あなたの目に見える形でいろいろと良いことっていうのが起こるのかなっていう感じがしますね。自分のタイミングとその月があるっていう時のタイミングっていうのがね、ぴったり合うっていう感じですね。だからこそ、あなた自身も掴み取りやすいっていうことですね。タイミングが合うっていう時点で、かなりね、幸運があるっていうことで考えていただいて大丈夫だと思いますね。よかったです。何事もね、どうしても回り道、遠い道っていうのがあるんでね、その間にね、いろいろとどうしても落ち込んでしまったり、辛い気持ちになってしまって諦めてしまうっていうこともあると思うんですけれども、でもね、こうやって最終的にはあなた自身がちゃんと報われていくんだっていうところが出てるので、今ね、諦める必要はないと思います。ここからまたさらにあなたの飛躍の日がやってくるということなので、諦めずに
続けていきましょう。では助言ですね。ワントのページの正位置です。周りはしっかり見ていきましょうということで、これは障害に似た感じというか、障害とほぼ同じですよね。そう、周囲のところ、周りの人、周りの状況、そういったところを見ておくのは大事ですよっていうことですね。どうしても、頑張ってる時って、周りが見えなくなるっていうのはあるとは思うんだけれども、あなたの場合は2回ほどね、同じようなことが出てるので、しっかりと周りを見ることが大事なんだなっていうことですね。時に頑張りすぎて、息切れしそうになった時、一旦立ち止まって、周囲、周りを見てみましょうっていうことですね。それによって、周囲の方が助けてくれる可能性もあるし、またはよく見たらヒントがあらゆる場所にあったっていうこともあるかもしれないし、そういった面でもずっと一人で走り続ける必要はないのかなっていうところ、頼りになるものが何か周りにありますよっていうことで、そこもね、安心してもらったらいいのかなと思います。それでは、オラクルカードですね。チャンスです。準備をしておいてください。宇宙からのちょっとした助けが得られるかもしれませんということで、チャンスがちゃんとありますよっていうことで、間違いないってことですよね。で、宇宙からって言われると、ちょっとピンとこない方もいらっしゃるとは思うけれども、何かしらいろんな要因が重なって、あなたを助けるものっていうのがあるかもしれないよっていうこと、得られるかもしれないよっていうこと、それで思っていただいたらいいのかなと思いますね。いろいろとやってきたからこそ、準備が整った時に最終的にはチャンスっていうのが得られて、それをあなた自身がうまいように使っていくことができるんだよっていうことですね。チャンスのところにもあるけど、クローバーがね、しっかり書かれてますね。四つ葉のクローバーといえば幸運の象徴と呼ばれてますからね。それがこれだけ書かれてるし、しかも次のね、ルノルマンカードもね、四つ葉なので、よっぽどね、あなた自身にね、幸運の道っていうのがね、開かれてるのかなっていう気がしますね。では、ルノルマンカードですね。こちらがクローバーですね。運の良さに助けられます。ラッキーチャンスはしっかり活かしましょうということで、もうね、ここも、重ねて言うような感じにはなりますけれども、最終的にはあなた自身がいろんな良き運ですよね。そういったところに助けられていって、ちゃんとね、チャンスっていうのも掴み取ることができるので、その掴み取ったチャンスっていうのはね、しっかり活かして、自分自身で活かしていって、そこでまた新たに自分の目標だとか、やりたいことだとかを発展させることができるんだと思いますね。本当にね、幸運のね、カードっていうのがね、結構出てるので、クローバーはもちろんなんですけど、運命の輪がね、出てるっていうのは強いですよね。あなた自身の持ってる幸運をつかむ力っていうのはかなり強いんだと思いますね。ただ、ちょっとタイミングが合わなかったり、自分自身の他の人に対しての責任を負うことがあったりとか、いろいろと背負い込んじゃったりとか、そういったところがあったから、それで邪魔されてたっていう部分があるので、今後はね、もっと先の方には、ちゃんとあなただけのラッキーチャンスっていうのが現れますよっていうことですね。そしてルーンカードですね。こちらが、ルーンがベオークで、石がユーディアライトですね。順調に物事が育っていきます。自分を許していきましょうということですね。どんどんと成長していく。それによって、あなたの環境だとか状況っていうのも一変していきますよっていう。それはね、いい方向に変わっていきますよっていうことですね。で、うまくいかない時っていうのは、どうしても自分自身に何か原因があるんじゃないかとか、自分自身を必要以上に責めてしまう時もあると思うんですけれども、最終的な結果を見てもらったら、それがだんだんと緩んでいって、自分自身のより良き道っていうのが出てくるっていうところがあるので、自分自身が全部悪いんだっていう風にね、責める必要はないし、もっとね、自分のことを褒めてあげるっていうことも必要かなと思いますね。ものすごく頑張ってるよっていう風にね、自分に言ってあげてほしいなと思いますね。ということでですね、
テーマがね、掴み取る幸運っていうところではあるにしてもですね、カードがかなり幸運ですよっていうのをね、アピールしてるというか、カードさんがこれだけあなたにラッキーチャンスがあるよっていう風にね、示してくれるようなカードさんが多かったっていうのは、あなた自身の掴み取る力っていうのが大きいからかなと思いますね。そう、ちょっとね、現在未来においては、なかなかね、小休止状態になるっていう部分もあったんですけれども、一度ね、エンジンが入ってしまえば、そのままゴーゴー進んでみたいな感じでね、行くことができて、それでちゃんとチャンスも掴み取ることができるっていうことなので、まずね、うまくいかないからといって自分を責める必要もないし、かといってそれで諦めてしまう必要もないってことですね。ここからちゃんと自分のやれることっていうのは広がっていくと思うので、もしよろしければですね、こちらの方を参考にされながら動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方のあなたが掴み取る幸運ですけれども、行動力がですね、しっかりとある時期っていうのが出てくるので、その時期にあなたが大胆に動くことで、しっかりと自分の得たいものっていうのを得られるというような感じになってますね。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。カップの9の逆位置ですね。失敗してしまうことが多かった。自分の願いはなかなか叶わなくて不満が溜まりやすい時期だったということですね。もちろんね、過去の段階でもいいこと悪いことっていうのはあったと思うんですよね。いいことももちろんあったとは思うんだけれども、それがいいことがね、思い出に残らないほど自分自身が嫌だったなっていうね、辛かったなっていうことがたくさんあったっていうことですよね。自分のこれをうまくやりたいなって思ったことがなかなかうまくいかなかった。そういった点で失敗してしまったっていうことなのかなと思うんですけれども、失敗してしまうとそちらの方に気を取られてしまうから、どうしてもね、自分の叶えたいこと、そういったところまで行かずに願いっていうのがなかなか叶わなくって、それで不満が溜まってストレスになって、そしてまた失敗をいろいろしてしまうっていう悪循環に陥ってしまってたのかなっていうところは感じますね。これはね、もうなんか悪いことがある時ってどうしてもそちらの方を意識してしまうから、そうするとどんなにね、振り切ろうと思ってもね、振り切れないものですよね。意識しちゃうとね。で、それによって自分がまた同じことというか、自分自身が悪い方向にまた行ってしまうとか、せっかくならね、いい道に行きたいってあなた自身も思ってたと思うんですけど、それがね、うまいこといかなかったのかなっていうところですね。それでは現在ですね、こちらがソードの7の正位置ですね。すっきりしない状態で、まだね、なんとなく自分自身の中で納得がいってないところがあるのかなっていうところですね。ソードの7っていうのがね、どうしても裏でいろいろと画策するみたいなところがあるので、まだ今は表でどんどん活躍するよっていう感じではないのかもしれないですね。どちらかというと、今は根回しが大事な時で、あなた自身がどうこうというか、周囲の人たちにしっかりと自分のことを売り込むというか、自分自身のやりたいことだとかそういったところっていうのをしっかりアピールしておくとか、もしくは周りの人たちに対して親切にしたりですね、いろいろと動いてみると、それが回り回ってご恩返しみたいな感じでね、あなたにとってより良いものとして戻ってくるっていう可能性はあるのかなと思いますね。そう、今自分自身が大きく動けないので、だったらその分自分のこの周囲の人たちとか、いろんな周りの状況とかそういった方向に舵を切ってもらって、しっかりと根回しをしてもらう。こういう風にしたらいいのかなっていう感じでね。とにかく裏でね、ずるいかもしれないって思っちゃうかもしれないけれども、裏の方で、こそこそとやっていくみたいな感じでしていくと、今はいいのかなっていうね、ところですね。準備段階っていう風に思ってもらえば、それが一番言葉としては気持ちがいいかなと思うので、そういう感じでね、思っていただいたらいいかなと思いますね。未来ですね。こちらがワンドのナイトの正位置ですね。
挑戦の意欲が湧くということで、そう、やっとね、花開いてきたかなっていうところですね、未来のところでね。で、意志も強く持てるので、そう、やっと表にね、出て、頑張るぞっていう気持ちになっていける時っていうことですね。で、行動力があって、大胆に動くことができるので、それだけあなたが得たいものっていうのも得やすい状況にはなっていくのかなっていう気はしますね。普段だったらあなた自身も消極的になりがちだったことでも積極的に立ち回れるようになっていくのかなっていう感じなので、その点で言えば華々しい活躍っていうのもね、この未来では見られるのかなっていう気がしますね。大胆に動くことができるっていうことは、今までのその根回してた分、周囲の人たちにいろいろしてきた分が結局こういったところで実を結んで、あなたのことをサポートしてくれるようになるから動きやすくなっていくのかなっていう感じがしますね。しっかりね、あなた自身が進みやすくなることは間違いないと思うので、ここであなたの本来の力を発揮してもらって、やりたいことをどんどんやっていくっていう風にね、動いてもらえればなと思います。それでは周囲ですね。ペンタクルの2の聖地ですね。楽しい時間を共有できる関係の人ということなので、周囲の人もね、すごくあなたにとって良い方っていうのがね、いらっしゃるようなので、人間関係の点でも、幸運っていうところがね、該当するかなと思いますね。しっかりとあなたとお話しして、楽しいなと思える。お互いに充実した時間を過ごせるような素敵なね、人間関係を築いていけてると思うので、この方とね、しっかり仲良くしていただければなと思いますね。今から出会うかもしれないし、もう出会ってるかもしれないしっていうところはあるかもしれないんですけれども、何せよね、あなたにとってはとても魅力的な人だと思いますので、その人間関係は長く大事にしていただければなと思います。そして障害ですね。こちらがカップの8の逆位置です。そもそもダメ元前提で考えてしまうということ。それが障害になってしまうっていうことなので、まずね、ダメ元になっちゃうっていうのがね、良くないよっていうことですね。自分はできるんだと、やれるんだっていう風に前向きな気持ちを持つことが大事っていうことですね。そうなんですよね。このね、障害のところの気持ちはわかる気がするんですよね。ダメだって思ってうまくいった時ってやっぱり嬉しいし、で、ダメだと思ってダメだった時って、やっぱりねっていう感じで少し自分の中の心のダメージが守られるような気がしますよね。だから、ダメ元前提でいろいろ行動してしまうっていうのがあると思うんだけど、ただあなたの場合は未来においてものすごく自分の行動力っていうのを発揮できる時ではあるので、そういった時にダメ元前提で動いてしまうと、すごくね、消極的になっちゃうというか、せっかくいい運気が来ているのに、あなたのその気持ちの中で前向きになれないというか、どうしても無理じゃないかっていうところが常に心の中にあると、本来ある大胆さだとか進みやすさっていうのが心の中のせいでブレーキになっちゃう可能性があるってことですね。自分はできるんだっていうところまでいかなくてもいいけど、やるぞっていうね、そういう方向に持っていくといいのかなと思います。何でもできるんだっていうふうにね、考えるっていうのまで行くと、ちょっと自分自身で身構えちゃうというか、抵抗あるなっていう方もいらっしゃると思うので、だったらもうやってやるぞ、頑張るぞみたいな感じの方向の気持ちで思っていただくといいのかなと思いますね。多分ダメだろうなとかね、いい結果ないだろうなとかね、そういうふうに考えるよりは、やるぞ、頑張るぞっていうふうに思ってもらうと、だいぶね、行動力っていうのに差が出てくるのかなと思いますね。同じ行動力を発揮するっていう時でも、その気持ちの持ちようでまた、どんとね、行動力の力っていうのがね、大きくなるっていうことですね。そして最終結果ですね。こちらが、ペンタクルの7の正位置ですね。自分のやり方を見直して問題を改善し、次のステップへ進むことができる時ですね。で、そうすることによって、
自分自身の頑張りっていうのが報われていくっていうところなので、しっかり行動をしていった後なので、そこによって、もちろんね、いろいろいい結果っていうのはもたらされてるとは思うんだけれども、その中でも課題っていうのはね、出てくると思うんですよね。その課題を見直して、自分の、これはね、良くなかったなとかね、問題っていうのをちゃんと改善していく。それで次のステップに進むことができる。もっとより良くなっていくっていうことですね。見直し期間はやはり大事ですよね。こういうことでね。いつまでもずーっと走り続けられるかっていうと、途中でどうしても息切れしちゃう時はあると思うので、そうなる前に自分で、ちょっと待ってよ。今、ここまで来たけれども、どうだろうかっていうね、見直し期間っていうのは必要っていうことですね。で、そこの期間を設けることで、自分自身のその頑張ってきたことっていうのも整理できますし、それでまた報われていくことが増えていくっていうことですね。反省というか自分の中で分析していって、それによって次につなげるっていう風に考えるといいのかなと思いますね。そういう風な時期であって、で、それによってあなたの良き未来っていうのがまたつながっていくっていう風にね、思っていただければなと思いますね。そう、あなたの中の藪の中から出てくるペンタクルのカードさんになりますけれども、藪っていうか草の中ですね。すぐに見えるものではないかもしれないけれども、その隠されていたペンタクル、自分のご褒美をちゃんと見直して草からかき分けて見つけることで新たなものっていうのがご褒美っていうもの、報われていく結果とかね、そういったところがね、来ますよっていうことだと思うので、そう、自分自身をまた探っていく。ちゃんと走って進んで、それでその後自分の中で、これはどうだろうかっていう風にね、考えてもらうっていうね、時期。そういった時期も大事にしてください。では助言ですね。こちらがペンタクルの8の逆位置ですね。よそ見をせず一つにかけてくださいということなので、そうね、やりたいことを人によってはね、いろいろありすぎるっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まずは一つに絞ってもらって、それに向かって頑張ってもらうっていうことが必要ですよっていうことですね。で、今回この最終結果のところと助言がペンタクルの7、8っていうので繋がってて、正位置逆位置っていう違いはあるかもしれないけれども、それでもね、数字が繋がってたので、ここはね、その助言を参考にしていただくことで、また成長が見られるのかなっていうイメージがね、ありますね。そう、あなた自身がどうしてもね、いろいろありますよね、やりたいことなんてね、そんなの。そりゃあれもやりたい、これもやりたいし、うまくいくならね、どんなことだってやっていきたいって思うと思うんですけれども、まずは一つにしてもらう、絞ってもらう。それにより、あなたのその次のステップに進むっていうのもね、どんどん進んでいって、それでまたそこから得られるものっていうのがどんどん大きくなっていくっていうことなのかなと思うので、リスク分散でね、いろいろやっていくっていうね、状況がいい場合もあるけれども、今回に関してはあなたが一つに絞ってやっていくっていう方が最適解なのかなっていう感じですね。それではオラクルカードです。楽園です。楽園へようこそということで、そのままといえばそのままなんですけれども、あなたにとっての楽園がこれから待ってるよと、あなたの明るい道、楽園ですからね、そう楽しいこといっぱいだろうし、そう夢みたいなね、状況っていう感じがしますよね。そういったところがちゃんと待ってますよっていうことね。ただね、このオラクルカードさんはね、私の中では、やはり後ろの方にね、黒いね、闇みたいなものもあるので、思いっきりね、楽園を楽しんでほしいっていう部分はあるんだけれども、時々ね、自分自身で、大丈夫だろうかっていう風にね、反省するというか、顧みる時間っていうのはね、大事なのかなっていう気がしますね。じゃないと、楽しい幸せっていうね、気持ちの方にとらわれすぎて、
いつの間にか暗い闇の方向に進んでいるっていう可能性もあるので、ほんとね、ずーっと幸せだったり嬉しいことばっかりだったらいいんだけれども、時にはちゃんと自分の今いる場所っていうのを見返さないとおかしな方向に行っちゃうっていうことがあるのでね、そういったところは気をつけてもらえればなと思います。それではルノルマンですね。こちらが本ですね。勉強などしてスキルアップできるので大いに学びましょうということですね。ここはまたなんか別な感じがします。助言としてもね。いろいろと挑戦されるっていうことは、結局ね、何か学ぶ必要は出てくるのかなと思うので、あなたのその本が出てきたっていうことは勉強とかスキルアップとかそういったところがあなたの力になっていきますよっていうことですね。勉強してちゃんとスキルアップができる。それによってあなたのそのやりやすさとか結果を得るためにやっていける、進んでいける道っていうのも近道になっていくと思うので、できるだけ大いに学んでもらって知識っていうのは蓄えていきましょうっていうことですね。知識があると、やはり自分自身を助けることっていっぱいありますから、何歳になってもね、学んでもらおうっていうことは大事かなと思いますね。自分の知らないことを知っていくっていうことはね、大事かなと思いますので、できればね、そういった勉強とかね、学ぶとかね、本格的に大行にやる必要もないかなとは思うんですけれども、自分が気になったところとか、そういったところだけでも、自分が目指したいことがあるのであれば、そういったところの分野とかをね、学んでもらうとかね、そういう風にしてもらうといいのかなと思いますね。そしてルーンカードですね。こちらが、ルーンがベオークで、石がユーディアライトですね。少しずつ良い方向に向かいますと。不満やストレスは解消されていきますということでね、ここもね、補助的な感じの助言にはなりますけれども、確実に良い方向には向かっていってますよっていうことですね。で、どうもすっきりしないなとかね、不満が叶わないことが多すぎて不満が大きいなっていうことがあったけれども、それも次第に解消されていって、あなたの前向きな気持ちの方に動いていくことが増えてくるのかなと思いますね。で、さらにあなたの場合は、ちゃんと自分自身の課題っていうのをね、見直せる時期っていうのもあるので、それによって自分自身のこれからどうしていったらうまくいくかっていうね、分析もできると思うので、どんどんね、いい方向にね、つながっていくと、進んでいけると思います。そうですね。過去現在においてが、あなた自身の動きというのが、どうしてもうまくいかないなっていう方向に行きがちだったのが、一気に未来で進めるようになる。大胆に動けるようになるっていうことで、その中で、日の目を浴びることもあるでしょうし、結果をね、勝ち取るっていうこともできると思うんですね。で、その後にちゃんと自分自身を顧みる時もできる。で、その顧みた後にもまた得るものが大きいっていうことなので、かなりね、順調にね、進んでいけるのかなっていう感じがしますね。で、その中でも学んでいったりとか、不満とかがね、ストレスとかがだんだん少なくなっていくっていうのもあるので、気持ちよくね、進んでいけるっていうのもあると思いますし、周囲の人ともね、楽しいお時間を過ごせるっていうこともあるので、やりやすい方向に行きながら、うまくね、あなたの本来の得たいものっていうのは得ていけると思いますので、もしよろしければですね、こちらの方参考にされながら動いてみてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。あなたが掴み取る幸運ですけれども、あなたの場合は現在から未来にかけてすぐに幸運っていうのが得られるようなんですけれども、あなた自身が正当な評価をしてもらえるということなので、それによってその評価の分何か報酬だとかそういったところももしかしたら大きくなるのかもしれないですし、それとはまた別で称賛されるっていうことも増えていくのかなっていう感じがしますね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。星の逆位置ですね。自分を信じられなかった時です。理想を求めても結果が伴わないということで、自分を信じられないっていうことがね、何より自分でも辛かったんじゃないかなと思うんですよね。自分のやれることっていうのが本当に自分にできるのかとかね、
そういったところもあっただろうし、自分自身がこうやってミスしてしまうのは全部自分のせいだとか、いろんなね、ことが重なって悪いことが起きたかもしれないのに、自分のやり方が悪かったんじゃないかとかね、そういった方に考えがちになったのかなと思いますね。星なので、本来だったら輝かしい舞台であなたが活躍できるような、そういう感じなんですけれども、それがうまいこといかなかったっていうことですよね。で、あなた自身もいろいろと考えてたこと、理想とかね、あったと思うんですけれども、その理想を求めて動いたとしても、その動きをどれだけ頑張っても、どうしても自分の満足いく結果まで届かなかったっていうところもあって、そうすると、ますます自分を信じられなくなるというか、自分自身に自信がなくなっていくのかなっていうところですね。そういったね、悲しい気持ちを抱えていた過去っていうところがあるのかなと感じました。そして現在ですね。こちらがペンタクルの6の正位置ですね。対等なギブアンドテイクができるときですね。正当な評価をしてもらえるということで、ここがあなたにとってすぐね、幸運が得られるという状況になっておりますね。現在といっても、今すぐとも限らなくって、現在っていうのは、現在から未来におけるその間というのは、もうすぐっていう感じで考えてもらうといいのかなと思うんですけれども、対等なギブアンドテイクができるということは、誰か周囲の人でちゃんと対等に接してくれる人がいるっていうことですよね。あなたのことを下に見たりしないで、馬鹿にしたりとかしないで、ちゃんとあなたを一人の人として扱ってくれるという。それでいて、得るもの、得られるもの、そしてあなたも与えるものっていうのがあって、それぞれにいい結果をもたらしていくっていう感じがしますね。ギブアンドテイク大事ですからね。自分ばっかりがもらってばっかりも、いずれね、他者から憎まれたり恨まれたりっていう状況になってしまうので、そうなるんじゃなくって、お互いにやはり自分がもらったものは自分も同じように返していくっていうことが大事なのかなと思うので、すごく健全なね、状況になっていると思います。さらに、あなた自身がちゃんと正当に評価をしてもらえるっていうことなので、その分、あなたの報酬だとか得るものっていうのが、ちゃんとしたものがもらえるっていう可能性も高いですし、もしくはあなたの頑張ったことを評価してくれる人がたくさん現れるっていう可能性もありますね。で、さらに、こういったところ、いい結果っていうのは、結局自分自身の自信にもつながりますよね。自分へのね。今までは自分にどうしても自信が持てなかったとか、信じられなかったっていう部分があったけれども、ここからは自分を信じることもできるようになっていくのかな。ちょっとでもいいのでね、信じてみようかなっていう風になってもらえたのだったらね、いいなと思うんですけれども、得られるものはかなりね、大きいかなっていう感じはします。あなたの場合はね。ここからね、また前向きにね、動いてもらえればなと思いますね。では未来ですね。こちらがソードの5の正位置ですね。知恵が必要な時ですね。独占的なポジションを確立できるっていうことなので、あなたにしかできないことっていうのが必ず見つかるっていうことですね。それによって絶対にあなたしかできないから、そこの地位はもう安泰っていうことですよね。あなたの確立できたそのポジションをしっかりと守ることができるっていうことですね。それによって頼られることもあるでしょうし、自分自身も安心して動いていけるというところはあるかなと思いますね。で、知恵も必要な時っていうことなので、そういったところはね、自分自身の持っている知識だけじゃなくって、いろんなね、外部からとかね、本だとか人からとかいろんなものを借りて知恵をもっと増やしていく、知識をもっと増やしていくことでまた知恵っていうのもね増えていくですね。あなたの知識っていうのがまたどんどん増えていくと思いますので、そのまま自分の知識だけでなんとかやろうってするのではなくて、ちゃんと学ぶことが必要ということですね。で、未来においてはものすごくいい運気ではある。あなた自身がちゃんと自分の確立したポジションっていうのを得られるっていうことではいいことなんですけれども、ちょっとですね、気をつけていただきたいことが一点ありまして、要するにこれっていうのは、
あなた自身が勝ち続けているっていうことなんですよね。独占的なポジションっていうのは誰かから奪い取ってるわけではないけれども、結局自分自身が勝ち取っていった結果っていうところではあるんだけれども、その勝ち続けることで人が離れていっていないか、周囲に気を回すことも大事っていうところが少しね、気をつけていただければなと思いますね。結果的にあなた自身が今までは人間関係で、ギブアンドテイクもできるくらいなので、健全にお付き合いができてたと思うんだけれども、そこがどうしても自分自身しかできないようなことっていうのを勝ち取っていくというか、その立場を取っていくと、人からやっかみがあったりね、嫉妬を抱かれたりっていうところが出てくるのは仕方がないことなのかもしれないんだけれども、それを永遠と放置し続けてしまうと、結果的にあなたの悪評とかを回されたりとか、そういう方向に行ってしまうっていうところがあるんですよね。人間ね、陰湿な人も少なからずおりますから、そういう風にね、悪くなっていくっていう場合もあるので、そうならないために、自分自身がこれで安泰だっていう風に、そこでずっと座り続けるのではなくって、時にはやっぱり周りの目っていうのも気にしてもらうことが必要なのかなっていう気はしますね。人によってはね、そんな別に自分のことをやかみだろうと嫉妬しようと気にしないっていう人もいらっしゃると思うから、その場合はね、もうこのポジションを確立して自分の勝利に酔いしれるっていう方向でもいいのかなとは思うんですけれども、やはりね、人間関係気になる方も多いとは思いますのでね、時々はね、自分の周りで画策してる裏でね、いろいろと悪いことしようとしてる人がいるんじゃないかとかね、変な噂流されてないかとかね、そういったところをね、気にする必要はあるのかなっていうところはありますね。何を言ってるやらっていう人もいるからね。そこはね、気をつけてもらえればなと思いますね。あなたが頑張ってきたからこそ得られたところではあるのだけれども、それがね、気づけない人っていうのはいますからね。あなたが頑張ったから、あなたのちゃんとやってきたことが実った結果だっていうふうに思わずにね、ポットでみたいな感じで思われちゃうとかそういうところがあるかもしれないのでね、悪い印象を与えたままいろんな人に流布されるのはね、我慢ならないと思いますから、そうならないために自分自身が一旦ね、根回しというかね、周りの人にはよくしておくっていうのは必要かなと思いますね。それでは周囲ですね。ワンドノさんの正位置です。理解者であり、良き協力者がいらっしゃるということで、安心しました。そうですね。未来においてちょっとね、変な人もいるかもしれないねっていうね、不安をお話はしましたけれども、ちゃんとね、あなたの理解者っていうのはいらっしゃるっていうことで、そこはね、ほんと良かったです。人間関係ね、すべてが悪い方向に行ってるわけじゃなくって、ちゃんとあなたに寄り添ってくれる人もいますよっていうことね。それはね、何より大事ですね。あなたの頑張りをちゃんと見てくれてる。あなたがこれからもね、いろいろ頑張ろうとしてるとか、何かやりたいとか思っている場合だったらちゃんと協力もしてくれるということなので、こういった方にはね、しっかり自分の思いとか、そういったところを相談しながら、しっかりね、一緒に歩んでいくっていうのでもいいんじゃないかなと思いますね。あなた自身ももちろんね、その人に対していろいろとお返しするっていうことは必要だとは思うんですけれども、まずはね、あなた自身がとにかく好かれてる、好いてくれてる人がいるよっていうことでね、安心していただければなと思います。そして障害ですね。恋人の正位置ですね。万が一の可能性を考慮できていないことが障害になるかもしれないっていうことなので、これが万が一の可能性ですよね。未来で言ったね。あなた自身がちゃんと自分の努力でやってきたこと、得られるものっていうのがそこしか見てない、表面しか見ずに勝手に判断して嫉妬とかそういったところでいろいろと悪さをしてくる人がいるかもしれない。
そういう人がいるかもっていうところはね、万が一の可能性としてね、思っていただくといいのかなと思いますね。人がどんどん離れていっちゃって、そう、自分自身がこれだけ頑張ってきて、良い道っていうのをちゃんと進めてるっていう中でも、だんだん孤独になっていくとやっぱり寂しいっていう方もいらっしゃるからね、孤独にならないための努力っていうことはね、必要なのかなと思いますね。自分一人でバリバリやるよっていう人もいらっしゃるけれどもね、あらゆるね、リスクとか、自分がうまくいった時でも、万が一っていうことは、時々ね、考えてもらうことは必要かなと思いますね。これだけうまいこと言ってるけど、今、ちょっと周囲を見渡してみるかっていう感じでね、一旦立ち止まって見てもらうことは必要かなと思いますね。それで何か物で例えれば道だと小石とかそういったところになるのかなと思うんですけれども、小石でつまずかないかなみたいな感じですよね。そういうイメージ。自分の中でつまずきそうなものがあれば、できるだけ早めに捨てておくというか、どけておくという感じにしてもらう。万が一っていうのは考えてもらう。石橋を叩いて渡るという言葉がございますけれども、そういった時も大事ですよっていうことですね。では最終結果ですね。こちらがカップの2の逆位置ですね。意見の食い違いや周囲の不信の念が生まれてしまうかもしれないっていうことで、せっかくね、あなた自身ね、良い方向に行ってたんですけれども、最終的にちょっとね、人間関係で、なかなかね、心配な部分が出てまいりましたから、ここはね、でも、ただ、障害の分とか、一応未来で心配な部分っていうのもお話ししてるので、ここをちゃんと対策してれば、最終的な結果も変わってくるんじゃないかなと私は思っております。どうしても意見の食い違いが出てくるっていうのはあるとは思うんだけれども、そうですね、ここはね、難しいんですよね。自分自身がこう言ったつもりでも、相手がそう受け止めてくれるというのは限らなくって、コミュニケーションがね、お互いにちゃんと取れてると思ってたら、全然実は取れてなかったっていうこともありますし、そういった一つのその掛け違いによって、あなた自身が周囲に信頼ができなくなってしまうっていう方向に行くと、またそれで協力してくれる人ですらもう見てしまうというか、お別れしてしまうっていう方向になってしまっては悲しいので、ちゃんと良い信頼関係を築ける人もいるので、その人たちのことを忘れないでほしいなと思いますね。時にね、トラブルになってしまって、どうしてもね、意見が合わなくって、対立してしまうこともあるとは思うんですけれども、そういった対立する人だけじゃない、ちゃんとあなたのことを見てくれてる人もいるので、その人たちのことをね、忘れないでほしいなと思いますね。全部の人間関係がダメなんだっていうふうに諦める必要はないし、周囲の人っていうのがあなたのことを協力してくれたり、頑張りを認めてくれたり、そういう方もいらっしゃるので、その人たちのことはね、見てもらうと、またね、違うのかなと思います。そもそもね、この信頼関係がだんだん失われていくのかもしれないねっていうところが、その未来のところとかにある部分から繋がってる気がするので、まずこっちの方で、ちゃんと周囲に気を回しながら動いてもらうと、しっかりと結果もまた変わってきて、周囲の人たちとも、もともと仲のいい人とか、信頼関係がある人だけじゃなくって、これから新たにいい結果って、新たに良い関係性っていうのを築ける人たちも増えてくると思いますので、そうですね。できるだけ早めに対応できることは早めに対応してもらって、それで未来を変えていくっていう風にね、してもらえればなと思います。それでは助言ですね。ソードの8の聖地ですね。思い込みに注意っていうことでね、ここもね、最終結果のところとか、未来のところとかに繋がってますね。思い込みね、自分自身が言ったことが伝わってないっていうところもあると思うし、それによって自分がもしかしたらその周囲の人から言われたことがちゃんと自分では伝わってると思ってたことが実は伝わってなかったっていうこともあるから、もう一回聞き直してみるとかそういったところは大事だと思いますし、周囲の人誰も信頼できないっていうふうに思い込んじゃうことも心配ですし、そうならないようにちゃんとあなたには信頼できる人もいるし、
あなたの協力を惜しまないっていう人もいらっしゃるっていうことをね、思い出してほしいなと思いますね。一人でね、結論を決めちゃうのは危ういのかなと思いますね。時にね、周りからしっかり意見をもらって吸収して、自分一人で勝手に結論付けない、思い込まないっていうことが大事だと思うので、よろしければね、そういったところ気をつけていただければと思いますね。そしてオラクルカードですね。こちらが母です。あなたはあらゆる形態の生命を創造し、与える無限の力、神の力がありますということですね。あなた自身はものすごくポテンシャルも高いし、もともとあなたしか勝ち取れないようなところをね、勝ち取れる人であるので、そういった面でもね、ものすごく大きな力っていうのは持ってらっしゃると思うんですよね。それ自体、自分の力を信じることも必要だし、あなたのやれることっていうのをね、他の人に対して役立てるっていうこともできますので、その役立てることでまたね、周囲の人たちも感謝して、あなたにいい印象を持てば、変な噂が立ったとしても、それを信じないっていうこともできると思うのでね、できるだけあなたもね、ギブアンドテイクはもちろん大事。お互いに対等に与えて受け取るっていうね、方向は大事なんだけれども、あなた自身が与えられるものはできるだけ惜しみなく与えてもらえればなと思いますね。そしてルノルマンカードですね。鍵です。解決方法は見つかります。周りを見渡せばヒントは近くにということなので、何か悩んだ時は必ず周りを見渡していきましょう。周囲の人がヒントになっていることが多そうな気はしますね。この感じだとね。ヒントね、しっかりもらえそうなので、周囲の人に話を聞くというか相談してみるのも大事だと思いますし、困った時にね、解決がなかなか時間がかかるんじゃなくって、ちゃんと見つかるっていう風にね、出てますから、早めにね、あなた自身の解決っていうのはね、何か悩んでたとしても、あなたの場合はすぐに解決していけるのかなと思いますね。そしてルーンカードですね。ルーンがオセルで、石がガーデンコーツです。経験が役立ちます。恐れずに自分を信じてやってみましょうということですね。これは未来のところの部分かなと思いますね。あなたの経験が役立って、ちゃんと自分だけのポジションっていうのを確立することができると。自分に自信を持ってないっていう風になるんじゃなくって、自信を持つっていう方向に行かなかったとしても、まずやってみるっていう風にね、動いてもらうといいのかなと思いますね。自分を信じる、人を信じる。ね、なかなか難しいところではあるけどね、そういったところをね、気持ちを変化させてもらったらなと思いますね。そうですね。あなたは本当に多分ね、元々の力っていうのが大きいというか、やれることがね、唯一無二な部分が結構あるんじゃないかなっていうところはあるんですね。ただ、あなたの凄さっていうところは、今まで頑張ってきたから、経験を経てきたからこそっていうところがあるんだけど、もちろんそういったところに気づかない人っていうのはいて、で、そういう人が、嫉妬だとかね、そういったところでいろいろとやってくる可能性はあるんだけれども、それに真っ向からね、噛みつくっていうよりは、周りの人たちに自分自身の元々のその魅力がある方なので、その魅力をね、存分に発揮してもらって、周囲の人が協力したいなと、頼りになるなとかね、この人を応援したいなと、そういうふうに思ってもらえる方向に動いてもらってね、で、変な噂を流そうとしたりとかね、嫌なことをしてくる人たち、そういった人たちがね、どんどんいなくなるような状況にしてもらうといいのかなと思いますね。今は最終結果のところで、ちょっと人間関係のトラブル心配ですよっていうふうにお話はしたけれども、今からいくらでもあなたの行動次第で変えていくことができますので、そういった今お伝えした助言とかね、そういったところを参考にしながらね、よろしければ動いてみてほしいなと思います。それではですね、こちら C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。